Hello， 大家，休学旅行时被分到了不熟的小组第5集，休学旅行正式结束了。然而，日志和杜慧的爱情才正要开始萌芽而已。上一集结束在杜慧即将对日志提出他的要求的时候，我们就赶快来看看究竟他会对日志要求些什么。もしよかったら俺と。もしかして俺告白されるの？其实日志这个心理 OS 代表他其实有感觉到杜慧喜欢他。友達になってほしい。啊？哎？你比我还惊讶哦！友達？你赶快回答他啊，不然他以为你不愿意。ごめん。啊？え？あ、いや、俺はもう勝手に友達だと思ってたから、そのごめん。很好，没有误会，就是要及时说开。だから嬉しいよ。そんな風に言ってくれて。俺もこれからも仲良くできたらなって思ってたし。俺の言う友達はただの友達じゃないから。例えば日置が寂しい時は迷わず俺に連絡してほしいし、困っている時も一番に頼ってほしいって思ってる。既然他答应做朋友，那我就试着再多要求一点。つまり気を使わない関係ってことかな？ありがとう。总算是确认关系稍微再进一步了。杜慧，你这小心翼翼的样子，反而让日志也不敢多想，你知道吗？よろしく。好可愛哦，还要牵手，我们是朋友了。日置。おはよう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 。クラスに新しい友達ができた。充電器持ってた。你们4个平常在班上就一起聚在一起打电动。手伝うよ。いやでも友達でしょ。你不要每次都在强调那个友達啦。普段から一人行動が染みついている俺はまだ慣れない。あ、ごめん。你是那种会不习惯朋友在身边的吗？我觉得你也不是那种社恐没朋友的啦，你只是刚来到新班级没交到新朋友而已，不是吗？日置。ちょっとストップ。什么意思？日志怎么脸跟脖子色差这么大啊？あ、え？めっちゃかっこいい王子様みたい。哎呦，杜慧哦。ありがとう。我觉得杜慧有的时候也要思考一下，他的行为会不会对日志造成什么负担。慣れない。多いから1個あげる。あ、どう？っていうか友達ってこんなに尽くしてくれるもんだっけ？你说服不了自己，就不要说服了啦。他就是对你不止朋友。本当にあげる。おい勝手に入れんなって。食べ無理なんで食べ。他们3个刚刚也是在为杜慧解围哈，好像看出了日志心里的疑惑，就告诉他说，朋友之间也会这样啦。あ、食べる。日志以为他要把食物拿过去，结果他拉着他的手就喂他。感受到了不友善的视友達の線。正解がわからない。次の時間が学年集会です。修学旅行の振り返りを行うので、しおりと筆記用具忘れないでね。你们还要回顾休学旅行哦，这么郑重其事。一緒に行こう。行こうぜ。行こう。今から修学旅行の思い出ムービーを上映します。哦，スクリーンが見えづらい人は移動してもらって構いません。这么用心哦，还制作回顾影片。どうする？俺らも動く。後ろで見ようよ。オッケー。ね。そうしよう。行こう行こう。我以为他们是担心日志近视看不清楚，结果往后移动吗？你在干嘛？はい。これあげる。哎，哦，根本故意的。ごめん。そのままでいいよ。这样真的可以吗？真的没问题吗？哦，大家都成群结队的抱在一起，所以可能没有人注意后面。なんか近くない？哎，俺たちだ。本当だ。はあ。ちょ待ってめっちゃブスじゃん俺。不会啦，很帅啦，很帅。こんなところもし渡来のファンに見られたら。想要逃跑。こんな動いたら見えないの。でもこのままだと俺の命が。
老婆不准跑，完蛋了，大家真的要看他们了。まずい。一回头看到校草在抱别的男人，感想欄は必ず8割は埋めるように。还要写心得哦。辻谷干嘛？不敢问。すみませんちょっと日置借ります为什么每个人都要把它讲？日志是什么猪公吗？辻谷杜慧，你不要这样，这就是以前的朋友，你不要嫉妒成这样。同じ中学だった辻谷。あとはそこは全員バドミントン部のやつらだったと思うけど。日置ってバド部なんだ運動部って意外じゃね？蛮意外的哈，枯田真的是什么情报、什么人脉关系都很广的。頼むからあんな話しかけづらいとこいんなよ好可怕的眼神，ほらまだ手が触れてるそんなに。还牵てかそんな手に。緊張するんだったらみんなで来ればよかったじいや無理無理3人合わせたところで戦闘力30くらいなのにそうだぞ日置としても戦闘力20だぞゃん。なんで言ってんだよ。部活のお土産のことでさ配りに行く分と決めたくてあ这个一定要现在问吗？羨ましいぞこの陽キャ見習いがきついのが出ましたねはいオッケー日志还是跟这群人相处比较轻松哦。虽然我还是真的是不太喜欢他们这种人分等级的这种观念。我觉得杜慧与其说嫉妒，可能气自己没有办法像这样子跟日志相处吧。先生に戸締まりと片付けお願いされたんだけどさ。日置2回お願いしていい？俺らしてとく。分かった。俺も一緒に行く。哎，杜慧，你看你也不解释清楚你的心情，就让日志这样不知所措。你倒啥干哦？ただちょっと気になって日置がすげえ楽しそうだったからもしかして嫉妬？うん这不是日志期待的回答。友達に嫉妬するのダメダメじゃないけど。男生的嫉妒，日志招架不住啊！日置見ろよ死んだけまたがっとる从以前就在注意他了。友達になるより前からずっとこの距離が那你要讲出来呀、もどかしかった大丈夫太眼疾手快了吧，还拉上窗帘。寂しかったからもう少しこのままでいさせて吼吼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 ！被你勒得好紧哦。来いよお前。でも本当こういう時頼りなんだけど。我怀疑枯田应该是发现了，把人引开。友達ってこんなことするのかな。ダメ杜慧，你如果持续以朋友为借口，你们真的就一直停留在朋友哦。にしても長くない。これは日置だけ友達とキスってどう思うダメだろ。まだしないって你这样好可怕哦。まだってなんだよ。でも俺は言ったからただの友達じゃないって就正式从朋友跨越到不只是朋友。じゃああとはよろしく哈，拖他那么久时间，然后就自己潇洒离开，剩下工作让他收尾。なんだ。ただ日置がコートに絡まって時間かかっただけ原来你是电线的、放課後どっか行くね。てかもう暑いしアイス食いてよ。日志也心照不宣的就替他瞒住了哈。わからない。渡来が何を考えているのか。日志怎么可能不懂？就是不敢承认吧？友達なのに全然わからない。俺たちは待ちに待った。夏休みを迎えた。今日は計画通りみんなで海に行く予定なんだけど。大家有迟到吗？よりによって俺だけ遅刻してしまうとは。哦，好哦。所以你是没搭上车吧？自己在这边等下一班。日置朝彦。好。啊？可愛い顔してんじゃん。
这个登场方式应该不是坏人啦，故弄玄虚。这一集呀，两个人的暧昧急速升温呐。不过我觉得在这个过程中，也让我看到更多的杜慧她显露出来的一些缺点了。毕竟人无完人嘛，这世界上哪有真的有什么完美男生存在的啦？何况杜慧她自己也才只是一个高中生。虽然我知道杜慧她是克制了老半天，她内心那个汹涌澎湃的情感，最后只给杜慧一个拥抱，一个其实也没那么越界的肢体接触的行为这样而已。可是我觉得她还是没有照顾到日志，可能在学校被拥抱，然后假如被别人看到，可能会造成她的困扰，还是日志他心里会有负担什么之类的。没想到哈，校园男神在暗恋里反而是最自卑的。然而这个自卑呢，其实困扰的不止自己呀。你如果可以睁眼看看的话，其实日志也被你弄得有点困扰。我觉得要多亏另外3天王帮忙打掩护啊，才让一些尴尬的情况稍微缓解一些。怎么说呢？我知道，对以前的杜慧来说，她觉得自己跟日志的距离好远，所以她很珍惜现在终于跟日志成为朋友了，甚至在本集结尾，两个人还不止朋友了。只是呢，你继续这样子，可能会把日志越推越远哦。不要问我怎么知道的哈，血泪的教训。不过看起来日志除了有一点困扰、有一点尴尬之外，好像也没有那么排斥啦。就我还是希望你们赶紧突破这个朋友的界限吧。高中生搞暧昧什么的，有点太酸涩了吧？行，这集就看到这边，我们下次见，拜拜。